緊急速報。地方の権力者が未成年からペットを不当に差し押さえるも豪快に振り落とされて大炎上。さらに強制シャットダウンした相棒のパーツを楽器に大改造するという前代未聞の狂気的 DIY 案件が発生しました。皆さんこんばんは。国語対話の MC です。本日は大塚雄三先生の数歩の白い馬を取り上げます。早速ですが、私が描いたこのイラストを見てください。草原を駆ける少年と白馬の美しい絆を描いたんですが、エモさを際立たせるために真っ赤なクレヨンでぐちゃぐちゃに塗りつぶして、背後に真っ黒な渦巻く影を足しました。どうですか、この尊すぎる演出。不合 MCC 色使いが完全にサイコパスの精神世界ですな。しかし実に見事な伏線ですぞ。原点を紐解きますと、その真っ赤な線は相棒に降り注ぐ無数の強制エラー攻撃、そして真っ黒な影は絶対的な権力者による理不尽なアカウント募集を完璧に予言していますな。これは界隈がざわつきますぞ。ちょっと待って、あの感動的なお話ってそんなえげつない強制終了案件なの？はいはい、時間切れ。本編行くでさあ、ここからは真相究明のコーナーです。一言で言うと、貧しい少年がボロボロの白馬を拾って絆を深めるお話ですよね。不合 MCC 原点を紐解きますと、この作品は横長第4という特殊フォーマットを生かしたシネマティックな絵本として、読者の脳髄に強烈な原風景を刻み込んだ金字塔的コンテンツなのですぞ。横長なのってそんな計算し尽くされた演出だったんですか？てっきり本棚に入りにくいなくらいにしか思ってませんでした。さて、原点の序盤の記述によれば、主人公数歩の初期ステータスは最底辺ですな。そこへ体力ゲージゼロ寸前の白い子馬が現れる。これは生態系における宿主と寄生生物のエンカウントですぞ。寄生ってどういうことですか？子馬は自らの生存のため弱者の同情心に擬態し、見事にリソースを吸い上げることに成功したのですな。まさに生存戦略の極みですぞ。いや、ご飯を我慢してまで育て上げるなんて、これぞまさに少女漫画の王道ボーイミーツホースじゃないですか。種族を超えた絶対的バディの誕生、尊い。デュフフ。しかしですね、夜間に狼が襲来するランダムエンカウントにおいて白馬が汗だくで羊を守る行動、これは連帯責任を強要する過酷な環境下での防衛バグですぞ。防衛バグ？ただ一生懸命に戦っただけやないかい。逃げるべきところを不合理なブラック拘束に縛られ、ひたすら物理攻撃を受け止める見事な地毛証明書提出並みの理不尽な忠誠心ですな。なんでそんな嫌な例えするんですか？大切な人を何としても守り抜くっていう白馬からの重すぎる愛のベクトルじゃないですか。供給型で息ができない。ここからオタク特有の早口になりますが、殿様が主催する競馬大会は現代で言えばハイスペック女子争奪の BIP マチコンですが、数歩は白馬という圧倒的スペックでフレーム有利を取ったわけです。ほうほう、そのままゴールインしてハッピーエンドってこと？それはエアップですな。殿様に初期カモレを突かれ、銀貨3枚というふざけたレートで手持ちの最強ユニットを強奪されるわけです。確かに足元見られすぎのふざけたレートでかわいそうやと思うよ。でもだからってそこで維持張って交渉決裂して大ダメージ受けて馬も奪われて手ぶらで放り出されるって、どんだけ損益分岐点見誤ってんねん。ゼロよりはマシやろがい。資産の完全ロストやで、アホちゃうか。おっしゃる通り、極めてコスパ最悪の未定義動作を引き起こしましたな。で、奪われた白馬はどうなっちゃうんですか？見せびらかしの宴会で白馬は殿様をロデオで振り落とし逃走を図ります。これに対して逆上した運営は無数の矢の雨というハメ技攻撃を開始。ちょっと待って、そんなのチード級の極悪なルール違反やんか。白馬は圧倒的弾幕の中で回避行動も取れず、ただただ数歩の座標に向かう置き攻め状態に陥ります。まさに体力ゲージがレッドゾーンの超ハードな DPS チェックですぞ。ボロボロになりながらも大好きな人のところへ帰ろうとするなんて、涙腺のダムが決壊しちゃいますよ。物理的なつながりが強制エラーで閉ざっても、概念的に再構築することで永遠を手に入れるという不思議な幕切れ。これが文学の真理なのです。急に本物の学者さんみたいなエモいこと言わないでくださいよ。クソデカシ語で語りますと、白馬は自らのパーツを楽器にせよと要求し、究極の断捨離からの持たない暮らしを強制したわけですが、物理肉体を捨てて概念的プラットフォームに移行して永遠に通知を送り続けるデジタルストーカー的チルの極みですぞ。
確かに思い出を形に残してずっと一緒にいるのは究極のハッピーエンドかもしれんね。でもな、馬の骨とか皮とか筋をど素人が見よう見まねで楽器にするって防腐処理一歩間違えたら部屋の中えらい悪臭になるやんか。衛生観念どないなったる？フルーツエコソシロップ常温放置して部屋水没させた猫さんみたいに敷金全額飛ぶで。ロマンで飯が食えるか？現実見ボケ。はい、猫の黒歴史を蒸し返すのは完全な規約違反ですぞ。体ありでした。というわけで次は禁断のバックルームへ参ります。物語がはらむ真の恐怖とは、理不尽が日常の顔をして近づいてくる瞬間にあります。不合。さて、ここからはバックルームですと、先ほどの殿様による強制差し押さえのシーンですが、限界ネット民たちは全く別のレイヤーで盛り上がっていますぞ。急にシリアスな声出したと思ったらまたオタク語りですか？限界民の皆さんはどんな風に言ってるんですか？あの構図、現代でいうブラック企業と下請けクリエイターだと。才能ある若者が全リソースを注いで育てた最強コンテンツを銀貨3枚という舐めたレートで買い叩く。逆らえば業界から完全に干されるという、まさにコンプラ意識ゼロの老害 CEO による独占禁止法違反ですな。それって完全にやりがい搾取のデスマーチってこと？せっかくの才能が搾取されるだけなんて SNS でハッシュタグ殿様を許すなでトレンド入りして特定班にジョーの住所さらされて大炎上するやつやんか。ヒュフフ。さらに相棒を矢の雨で大ダメージさせる展開も、動物愛護団体が黙っていないと大バッシング。現代なら BPO 行き確実のただのやらかし案件ですぞ。タイパ最悪のペットガチャだと切り捨てる声もありますな。いやいや、そこは権力への悲しき抵抗っていう文学的なエモいポイントでしょ。なんでそんな夢のない解釈しかできないんですか？もっと純粋な心で読めないんですか？さて、視点を変えて原点の背後に潜むクリエイター陣のヤバすぎる業について暴露しますぞ。これは界隈がざわつよすよ。ついに裏話ですね。どんなヤバい人たちだったんですか？文章を担当した大塚氏は北欧児童文学の権威なのに、専門外のモンゴル平原に乗り込み、日本の教育システム向けに完璧なローカライズを決めた越境ハッカー。そして絵師の赤話は満州での平原体験をこじらせ、なんと50歳でデビューした遅咲きのギークなのですぞ。50歳から絵本作家に？全く違うジャンルに挑む熱意とおじさんたちの終わらない青春ストーリー、これぞロマンの塊。尊い。しかしその手法が狂気。日本の雪国で好かれた高級な越前和紙にあろうことが土絵の具を直接塗りたくるというキャンバスの概念を完全に無視した規格外のゴリ押し画法ですと。ちょっと待って、和紙に道？それって分かりやすく言うとキャンバスの無駄遣いっていうか、ただの盛大な泥遊びやないかい。極東の伝統素材をハックしてモンゴルの乾いた空気を強制出力したわけですが、身も蓋もない言い方をすれば極めて効率の悪いコスパ最悪の画材の無駄遣いですが、確かに現地の空気を表現するために手段を選ばない執念はクリエイターとしてかっこええと思うよ。でもな、和紙に泥水塗りたくるって一歩間違えたらただの部屋を汚す極悪なルール違反やんか。賃貸でそんなんやったら敷金全額持っていかれるで。猫さんがメルカリで非常識な値下げ要求されすぎて心ささくれてるみたいに、家主の心もボロボロや。ロマンより現状回復の費用を考えんかい。英才した大人が泥遊びで部屋汚すなや。後半の泥遊びの下りは猫のフルーツシロップ大爆発の黒歴史と混ざってますぞ。フリマアプリでの理不尽なクズグズまでえぐるのは完全なる規約違反ですぞ。体ありでした。で結局こんな無茶苦茶な手法で描かれた作品がなんで今でも教科書に載るくらいずっと愛されてるんですか？はあ、彼らは採算やタイパを完全に度外視し、己の執念のみでこの巨大なコンテンツを連成しました。学術的にはそうですが、現代の基準で見れば完全に無駄な香水ですな。最新の AI 生成ツールを使えば数秒で出力できる時代ですからな。今の時代じゃ考えられないくらい非効率で泥臭いやり方ですよね。しかし効率や正しさばかりを求め、少しの無駄すら切り捨てて安全な道だけを歩む現代社会。果たして不合理な情熱を貫いた彼らと常にシステムに操られているだけの我々、本当に NPC なのはどちらなのでしょうか？それって私たちの方が NPC ってこと？にゃん。